はい、月曜日の午後はエリチエミさんということで、まだ実は午後でなくてですね、午前の11時、午前11時でいいんですかなんですけれども、午前11時ですね。はいはい、そういうことです。古い、どうですかね、1940年、あるいは1950年ですね、その55、6年になってきますよね。いわゆるロックンロールのような形式が出てくるんですね。あるいは、いわゆるポップスってですね、ポール・アンカーであったり、誰だったっけ、ニール・セダカーとかですね、そういう人が50年代のもう最後の方には出てくる。で、60年代というのはもう63年に、ビートルズが登場しますのでね、わずか、数年の間にもうビートルズが、登場するわけですよね。それで、問題はですね、その55年までですね、例えば1945年から1955年まで、あるいは1940年からの15年間ですよね。戦前戦後をまたいでですね、一体どんな曲が流行したのか、そもそも流行曲というものがあったのかというですね、このあたりの研究はですね、大竹栄一さんがされていたんですけれども、残念ながらですね、亡くなられていますので、大竹さんの研究を踏まえつつですね、私なりに、私の方が世代が後なので、その1940年頃の音楽というとですね、もうかなり遠い形式になってしまうわけですよね。でも、坂本龍一さんも亡くなられてね、坂本龍一さんが NHK でなんか、スコラってのをやってみえましたね。でなかなか勉強になったんだけれども、やっぱり多少その楽器をいじりながらね、リズムとかを体感しながら、その歴史を見ていくというですね、一つの指針となるのは、チャーリー・パーカーのコンファメーションなんだろうけれども、前回も言った通りですね、ジャズの名盤というのをね、1枚ずつ聴いていくわけにもいかないもんですから、そんな中で、古い映像を見てるんですけれども、アンドリュー・シスターズというですね、コーラスグループっていうのがいたみたいですね。戦前から戦後にかけて。もうこれは一目でですね、アメリカの軍服というかね、サンダーバードというね、人形劇があったかなと思うんですけど、格好をね、まさにしてる。笑い事ではないかもしれないんですけれども、戦争ですからね、日本人にとっては太平洋戦争ですから。ただ、やはり、その日本ではあまり知られてないんじゃないかなと思いますね。アンドリュー・シスターズというね、こういう、ね、その、アメリカ軍の制服を着てるわけですから、戦後直後にこういう人たちが歌う、ましてや日本で歌うってことはあんまりなかったんじゃないかなと。戦後の歌謡というのは、一つは赤いリンゴですね。赤いリンゴに唇寄せてですね。それと、あとは、東京ブギウギで始まるわけですね。笠木静子さんですね。この人は、後からは俳優になられた。そして、かたくなに懐かしのメロディーに登場しなかったみたいですね。とか言ってしまいましたけどね。そんなような、方なんですけれども、その後、美空ひばりさんが登場してね。美空ひばりさんの場合は、そのエリチエミ同様にその1980年の終わりの方まで歌ってみえたので、そんなに歴史っていう感じはしないですよね、自分にとってね。ただ、1940年頃どういう音楽シーンだったのかと。で、このアンドリュー・シスターズにもですね、ブギウギというようなね、歌があるんですよ。3人で踊りながらね、ちょっと
滑稽なというか、コケティッシュっていうんですか、コミカルなダンスをしながらですね、まあ、コーラスというか、ハモってはないように思うんだけど、まあ、ジャズに歌詞を乗せて歌うというようなスタイルで、かなりテンポもいい曲なんですよね。まあ、ですからアメリカというのはまあ、戦争に勝ったと。まあ、以前は、いわゆる大恐慌ですか。大恐慌で、株式が暴落して第一次世界大戦を経験したんですけれども、第二次世界大戦に勝利して、まあ元気なそういうポップスっていうんですかね。で、まあこれはあまり言うことではないかもしれないんですけれども、米兵の奥さんたちは日本旅行に来てたみたいですよね。まあ今でも日本旅行人気ですけれども、まあそんなだったと。まあそういった中で、ラジオだけが、米軍キャンプにおけるラジオ放送が流れていて、戦後の、要するに、日本ポップのね、重鎮たちが育っていくというのが、簡単に言えばそういうことかなと思いますけれども、ですから、ブギウギというのが、アメリカでも流行して、同時的に日本で東京ブギウギという、曲がヒットしたというのはですね、あまりにも単純に説明したわけですけれども、それだけじゃないような気はしますよね。まあですからジャズにその歌を乗せていく、あるいは歌じゃなくて単純にコーラスですね。だからすでにあるジャズのスタンダードにコーラスグループの人が歌詞はないけれども、わー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 ね、わーわーとかね、そういうことを始めたんじゃないかなとね、思いますけれども、これはまだ確信は持てませんね。で、一つ、秋吉敏子さんの話で、ニューヨークでしょうかね、とにかくステーキハウスがたくさんあったらしくて、そういったところで、まあ、ジャズの需要があったらしいですよね。だからそういうところで、まあ、お金を稼いで、まあ、おそらくわずかばかりのお金を稼いでですね、そして音楽活動を続けられたんじゃないのかなと思いますけれども、まあ、そんなで、まあ、いつぐらいからジャズに、その歌が乗っかっていたのか、もう一方にカントリーというのもあるので、カントリーの場合はちょっと二拍子かなと思いますね。だから二拍子っていうのはマーチですからね。と思うんですけれども、あるいは三拍子のワルツ、ズンチャツァですね。まあ、その辺のヨーロッパの音楽が、溶け込んでしまってですね、例えば、テネシーのワルツみたいな感じに、しっとりと歌い上げると。だから、ワルツっていうのは三拍子ですから、それを、ジャズっぽくですか、あるいはブルースっぽく歌うということだったのかもわかんないですけど、定かではないですね。ですから、どのあたり、そのブルースとロックンロールの、その、壁というかね、それもまあ、はっきりしないし、まあ、音楽だから壁なんてないよってね、言ってしまえばそうなんだろうけれども、そんなように思いますね。ですから今回、微暴録としてですね、アンドリーシスターズという3人組の女性のボーカルがいたということをですね、録音しておきました。とにかくですね、当時のアーティストをまず認識しないとですね、始まらないかなと思いますね。で、まあ、あんまり自分の気に入らない曲はあんまり聴きたくないものですからね。まあ、そんなようなので、少しずつできたらなと思います。